はい、鹿正義です。今回はですね、久しぶりにマドレーヌを作っていこうかなと思うんですけども、フレーバーとしてメープルシュガーの風味を加えていこうかなと思います。では材料を見ていこうかなと思います。卵、砂糖、メープルシュガー、蜂蜜で、砂糖をね3種類に分けて加えていきます。で、薄力粉、コーンスターチ、スキンミルク、ベーキングパウダー、こちらが粉類で、あとはね無塩バターを加えて作っていきます。では生地を作っていこうと思います。では粉状のものをすべて一緒にふるっていきます。薄力粉、コーンスターチ、スキンミルク、ベーキングパウダー、グラニュー糖、メープルシュガー、これらをねすべて一緒にふるっていきます。この時に粉類と一緒に砂糖類も一緒にふるっておくことで、後でですね液体を混ぜた時に粉のダマができにくくなってきれいに混ざりやすくなっていきます。では粉が震えたら卵を軽くほぐしていきます。で、これから生地を作っていくんですけども、それを型に絞ってオーブンに入れる時の生地の温度を少しね高めにするとふっくらこんもりと焼きやすくなるので、それをね逆算して卵とバター、この2つを湯煎で50度まで温めていきます。で、湯煎の熱はボウルの底から伝わるんですけども、混ぜずにいると底の部分だけ温まってしまって、でそれが60度を超えてしまうとボウルに当たっている部分から凝固が始まってしまうので、軽くね混ぜながら50度まで温めていきます。では卵もバターも温まったら生地を合わせていこうかなと思います。では先ほどふるった粉をホイッパーで軽く混ぜて、粉をねもう一度分散させたら卵をねすべて加えていきます。でホイッパーで真ん中だけを混ぜていると無理なく混ざる粉だけ混ざっていってくれるのでダマに、ね、なりにくくなります。粉がほぼほぼ混ざったら全体を混ぜていきます。でここでずっと混ぜていると粉のグルテンが形成されて出来上がりが硬くなってしまうので、できるだけね回数、手数は少なくしていきます。ではそこに蜂蜜を加えていきます。これはしっとり感を出すために加えていきます。では蜂蜜が混ざったらそこに50度に温まったバターをすべて加えていきます。これもボウルの真ん中だけを混ぜているときれいに乳化しながら混ざってくれますので、それがねほぼほぼ混ざったら全体を混ぜて、で一度ゴムベラでボウルの底だったり周りの混ぜ残しを取ってから全体を混ぜたら生地の完成です。ではこれを絞り袋に移し替えていきます。生地を作っている間に冷えてしまったとか、時間が経ってしまって冷えてしまって生地がね少し硬くなってしまったとかの場合はですね、この絞り袋ごと湯煎に少しつけて温めていただいてもいいかなと思います。絞り袋に移し替えた状態で絞り袋ごと冷蔵して、で翌日以降にそのまま湯煎で温め直して焼いていただいても大丈夫です。
では型に分量外のバターを薄く塗っていきます。以前の動画でもご紹介した理系油のねスプレーをかけていただいてもいいかなと思います。その方がねお手軽かもしれませんね。バターの方がねちょっと高価なんで。でははかりの上に型を置いて1つにつき 30g ずつ絞っていきます。オーブンは170度で15分から17分程度焼いて、で美味しそうな色になれば OK です。もしねふっくらと焼けなくて詰まったようになってしまうなら、生地の温度を少し上げるか、オーブンの温度を10度程度低くして焼くとこんもりふっくらに焼けてくるんじゃないかなと思います。で焼き上がったら室温になるまで冷ましていきます。で冷ます時はどちらの面を下にしてもいいんですけども、冷ます段階で設置しているところが自分の重みで平らになるので、最終的に見せたい面を上にして冷まします。で室温まで冷めたら完成ですね。はい、ではいただきます。メープルと蜂蜜の独特の風味が卵のね豊かな味っていうんですかね、それをね引き出してる感じですね。でまた紅茶に合うんだなこれ。焼きたてでしか味わえないんですけども、少しね外がカリッとしてるんですよね。で中がしっとりしている。これはねもう焼きたてでないと味わえない食感なんでね、これはやってほしいな。これは危険やな。何個でもいっちゃう。はい、ごちそうさまでした。今回ね、マドレーヌを作っていきましたけども、作り方がね、とても簡単でしたよね。ほぼ混ぜるだけでっていうね。で、混ぜるだけで作れるんですけども、出来上がったものはね、かなりレベルの高いものになってますんでね、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。